すいません。ごめんなさい。遅れました。なんかソフトがうまく起動しなくてですね。えーっと、と、皆さんこんばんは。ありがとうございます。あ、こんばんは。皆さんこんばんは。ちょっと今の今まで、えーっと、薬剤の目視録を、薬剤の目視録の方で、えーっと、早速、鉄の扉の話をするんですけど、そっちのね、ゲームの方でちょっと探してて、どうしようかな。結果から言うと、見つからなかったです。薬剤の目視録の方で、始まりの大地と、ハイラル宿場町の2ステージ、怪しい2ステージを、前回の動画にこのハイラル宿場町の東の宿場町、ここに重なってるのがあったよって教えていただいたんで、じゃあ、100年前どうだったかなっていうのが気になったので見てきたんですけど、今なかったですね、同じものが。普通の木の扉でした。後で時間余ったら見せたいと思います。音量絞った静かな映像ですけど、えーと声が小さいような、ありがとうございます。あ、そうだ、ちょっと待っててください。ごめんなさい。もう直前に違うゲームやるもんじゃないですね。ごめんなさいね。えーっと自分の動画、これかな。どうやって見るのかな。これか。あったあったあった。すいません。あ、リンさんありがとうございます。スーパーチャットありがとうございます。台湾までそば台ということで、ありがとうございます。じゃあ、どっから探しますかね。そうですね。今んとこ、一応スタンプで、えーと、ここに2枚、ここに2枚、ワンセット、黄泉の川の横、で、ウボッツ大地か、これか。ここに1つと、あと、ハイラル城の図書室に1つということでしたね。で、実は、動画にはしてないですけど、ここら辺怪しいと思って見てきたんですけど、一応見つからなかったですね。後でもう一回見てもいいかもしれないですけど、とりあえずそれ以外のところを回っていきたいなと。で、このレイクサイド馬宿の木こりの斧の件があるので、ちょっとここら辺がやっぱフィローネ樹海が怪しいのかなっていうのがあって、そこから回っていこうかなと思ってます。で、効率がいいとすると多分上からがいいのかなと。ちょっとやってきますね。総当たり、そうですね。こうなったら。広告出てきました。すいません。はい。今は、声、もうちょっと上げようかな。こんな感じで
はい、こんばんは。皆さん、こんばんは。ありがとうございます。みさん、ありがとうございます。じゃあ、上から見ていこうか。ざっとは見たことあったんですけど、ここ。あんまりしっかりは見てないので。えーっと、フィローネとか、またゾナウツさん。そうですね。なんか、関係あるのかなと思ってるんですよね。どう探すのがいい？やっぱマグネキャッチを起動してこうやって見ながらやっていくのがいいのかな。一番前探した時はそうやってやったんですけど、である程度目星つけないとね。ここにあって、ここにあったでしょ。こんな感じ、こんな線だよね。あ、ほんでここにあるんだ。直線状になってるのかな。関係あるかも。斧と、あー直線状になってるね。気づかなかったな。とどう考えるこれは。やっぱ移動した何かなのかな。ここら辺の上空を飛んでいるものなのか。ここの遥か天空を飛んでいる遺跡から落ちたとか。そうするとまあ木こりのものは関係なくなるけど、始まりの第一節でいくとまあ木こりのものも考えに入れていいかなと。そうするとこの結んだ先に今東のあったもんね。ハイラ宿場町があって、じゃあこの戦場に行けばもしかしたら見つかったりするかなっていう探し方で行ってみようか。一回わからないけど、まずはじゃあ、フィローネを、重点的に見ていこう。それが終わったらじゃあその直線上っていうのをね、ある程度仮説を立ててね、それに沿ってやっていきましょう。こんばんは。皆さんこんばんは。ありがとうございます。上の方からやっぱフィローネが怪しいんだよね。こうなったらちょっと実用的な装備でいこうか。ほんで敵に見つかりたくないので、地図も表示した方がいいな。八森の大地が飛ぶ。それと変なところを飛んでますね。それと扉って内側にあるはずなのに、外側に扉の枠らしきものがありませんよねと。お絵かきしながらチラ見してます。ありがとうございます。ここ苦手なんだよな。ダメか。こんばんは。時のオカリナやりながら流してみてますと。ありがとうございます。なかなかおつなプレイですね。
ここぐらいだよね。あっても、エンゼル大地か。なんだろうな。実はこのビトゥオダニらへんは見たんですよね。で、ここら辺、ちょっとなんて言うんだろう。なだらかにこうやって歩けるようになってて、で、ここら辺にヒノックスがいたかな。ヒノックスだっけ、ヒノックスかながいたり、見たので、ここから下ってこうか。はい、こんばんは。どこで見つけたんですか？どこで見つけた？最初はここですね。はい。あの、視聴者の方に教えていただいて、最初は生放送で確か教えていただいて、その後別の方からまたツイッターで教えていただきましたね。伊野さんこんばんはということで、こんばんは。マグネキャッチ時の歩行って素早さアップ。ああ、どうでしたっけ？ちょうど、そういえば、持ってますわ。ちょうど持ってる。これ多分、マップ比較の動画の時に作ったやつですね。残ってる。聞きますね。あ、これがいいな。ありがとうございます。これでいきましょう。で、前は池に落ちてたな。池があって、で、ここら辺の池も実は見たんですよね。怪しいなと思って。だけど、それらしいのはなくて。あったのは、なんかバナナの木とか、ドリアンの木とかでしたね。確か。で、あんまり距離があると、金属製のものがあっても、マグネキャッチが反応しないので、ある程度こう、怪しいところ近づきながら来ます。いけましたね。はい。マグネキャッチやりながら高速移動。こんばんは。ダッシュしたら解けるか。ここら辺とか見てみようか。で、ウボッツ大地の池に置いてあったっていうのがまず間違いなく、任天堂さんが意図的にというか、あの場所に置いたと思うんですよね。だから、その高いところにあるっていうことで、なんか僕らに疑問を持ってもらうために置いたんだと思うんで、あるとしたら、なんかこういう高いところとか、ありえないところとか、また別の、なんだろう、別の視点のなんか疑問が浮かぶようなものがあったりとか、あれ、なんだろうね、ある程度バリエーションがあるかもしれないですね。地道な作業だけど。ここさっき言ったところの横か。ないですね。で、こっちは見たということで戻りましょう。頑張りカブト。はい、軽虫でいきます。うわ、見つかったか。初見です。いらっしゃいませ。こんばんは。今何をやってるのかわからないっていう方は、動画説明欄に一応動画のリンク貼っておいたので、そちらを見ていただけると理解できるかと思います。木の上とか、あー、
確かにありえないという視点ではそうですよね。そういうことですよね。こんなに縁まで見て回ってもあれだし、なかなか地道な作業ですよね。ここはなさそうですね。結構広いな。広ね、広いな。こういってこんな感じでいきましょうか。で、勇気の泉で、ここに一回ワープしてきて、ここら辺見て、こっからはまたウボツ大地から、そっか、こっからでいいのか。で、勇気の泉最後にして、こっからこう見ていこうか。そうしよう。ピンを利用した方がいいのかな。ある程度、なんだろうね。赤からいきます。リーバルトルネード、いつでも OK だ。ドクコさん、こんばんは。ここの木の形的に落ちそう。まあそうか。確かにそうですね。ずっと維持してはいられない。始まりの第一の考察結構してるんです。結構、そうですね。始まりの第一に結構こだわってるところがありまして無駄にこだわってますね。なんか、ただの、チュートリアルの場所じゃないとは思ってて、もうずっと疑ってかかってますね。あれは岩だな。自分も探しながら見てます。ありがとうございます。助かります。はい。ビタロックに変えたりしないんですか？ビタロックか。ビタロックに変えるとなんかあるんですかね。そっか、ビタロックでも動かせるものといえば動かせるものか。でもなんか他のアイテムとか他の板が引っかかったりしますもんね。お、切れたか。ん、こんなとこに大木が。なんかフィローネ地方にこの10階どこだったかなあれ。そういえばここら辺行ってないしね。もうちょっと調べたらここに飛んでここら辺調べます。で V ダコら辺まで行っちゃおうかな後で。ここだ。ここら辺ありましたよね、なんか階段みたいな。始まりの第一気になるよね。気になりますね。はい、ここら辺とかもコログブロックが渦巻いたやつですね。新川智樹さんこんばんは。ビタロックの方が射程が長かったような気がする。なるほど、そうなんですね。これはもしかしてプラスだからとかそういうことですか？それはいいかもしれないですね、そっちの方が。ありがとうございます。知らなかったな。あれは違うな。五神の盾か。五神の盾あんまり使いたくない。
ここら辺は塔に登るためのギミックですね。そもそもこの黒いやつは何なんでしょう。岩なのかな、石みたいなもんってことでいいのか。なんか色からしてハイラル城のこのガーディアン格納庫みたいなあれにもちょっと似てますよね、材質が。こんばんは、初めてライブ来ました。いらっしゃいませ。紫行くとか言って全然違うとこ行ってるけど、これは水じゃねえな。オッケーオッケー。射程長いんだな。樹海レベラーに片目に薬鉱石がはまった石像ありました。ありましたね。はい。樹海レベラーかどうかはちょっと覚えがないですけど、ここら辺にありましたね。ドイプラーにもそういうのあったな。ちょっと待って。あ、差し掛かってるね。ちょっと戻ろっか。こっからこんな感じで行って、ウボツ大地スルーして、ここら辺行って、こう来て、で、こっちまで来て、で、雪の泉向かいます。地道だな、かなり。元から広かった。あ、そうなんですね。ビタロック。その代わりビタロックの方が、なんていうんですかね、心なしか動作が重い気がすると。ビタロとマグネって射程範囲が違うだけだと思ってる。全然知らなかったですね。そもそもさ、この祠も元は雷打たせるとこだったよね。で、あれで、もらえるのがさ、このラバー系でしたよね、確か。で、ラバー系3つあって、1つが旧カナタで、もう1つがここのちょっと前動画で話したその木こりの斧が刺さってるやつで、3つ目が雷の大地なんですよね。で、雷の大地はゾナウ遺跡やっぱりゾナウなんだな。ラバーはやっぱちょっと調べる必要がありますよね。最近スルーしてたけど、ここの祠についてもちょっとカシーワがね、もともといたんですけど、ここにどこだったかな、下だったかな忘れたけど、ここら辺にいたんで、そのもともとのね、なんかなんて言ってたのかなっていうところをね、ちょっと聞きたいなと。その歌の内容を聞きたいな。このデータだともう聞けないので、また今度調べてみますね。雷電の電気で電磁石みたいになって上にあるとか、引っ張られてみたいなことですか。あれは違うね。どうだ、違うんだろうな。うわ、角度違うよね。違うね。あ、落ちた。これも違うな。形がここに
豚の石像。例の扉って何ですか？あ、動画説明欄に動画貼ってあるので、URL 貼ってあるので、そちらを詳しくは見てください。ささっと見れる動画なので。ないね。こう行こうか。打った方がいいな。紫、赤、青。紫、赤、青。ちょっとブーストしますね。この上とかないか。まず紫。この上か。あれ、やっちゃった。こんばんは。いつも動画楽しく見させていただいてます。ありがとうございます。励みになります。ありがとうございます。嬉しいですね。ブレワイ2のサード PV に派手なマスターバイクカスタム来てほしい。薬剤の目視録のゼルダの件があるので、全然ありえなくなくなってきましたよね。全然射程範囲ですよね。なさそうね。まあそう簡単には見つからないとは思ってたけど。 V ダコ。あ、皆さんありがとうございます。補足をありがとうございます。ラバー系の服の細部も調べると何かわかるかも。そうなんですよね。見たことあったんですけど、特に見つからなかったんですよね。蛮族装備との例えば共通点とかあったらと思って調べてみたんですけどね、全然共通点がなかったです。頭が魚の、電気ナマズの形してたりとか、それぐらいしか分かんなかったんですよね。でブルワイのハイラルでは僕らの現実世界とは違ってゴムっていうものをね作る技術がないみたいなんですよね。それは昔の人が作れたみたいな、そんな話だったと思います。下が怪しかったり。そのほくらに雷を落とすとき、神虎の亀岩を思い出しました。なんかボンバーかなんか使うやつでしたっけ？エーデルだったかな忘れたけど、なんかメダルのやつ使うんですよね。確かに。いにしえの勇者、ありがとうございます。カシーワの、ありがとうございます。情報提供ありがとうございます。助かります。ちょっと見ていいですか？天の稲妻を導き大岩に眠る勇者の試練の道。わかりました。カシーワ、こっちで見れるんですね。ありがとうございます。島で乗ってたんだ。
詩っていうか歌っていうか。そっかそっか。あー、左右と来たんですね。左右と OK。 レイクサイドうまいど。このね、この真上とか見たりしたんですけど、何もなかったですね。あれって黒曜石なのかなと。さっきの黒いやつですね。黒曜石ってもうちょっとなんか多分テカってる感じだと思うんですよね。なんか謎の板の材質って結構マットっていうか、なんていうんですかね、光を吸収するような感じがあって、なんだろうな、光を反射しないっていうのか、テカらない感じが、なんかそういう黒曜石とはまた違うような気がするんですよね。さっきの豚の石像なんですか？竜だと思って。豚の石像はフィローネの樹海のあちこちに転がってるやつですね。この後今向かってるのがここなんですけど、このプマニットの祠の真横にもあるので、その時またちょっとお話ししますね。また薬切れてる。でこれ薬そのうちもうなくなっちゃうんで、なくなったら労働し直してっていうずるいことをやろうかと思ってます。こんばんは、皆さんこんばんは。よく考えたらイネシュの石が祠をクリアしたんだから、また雷で壊れる石で同志を生き埋めにした人が、そういうことですよね。自然とそうなるのか？役目が終わると自然とそうなったりする？これが豚の石像ですね。ちょっとここのやつは埋もれてるので、また後でくっきり見えるやつをお見せしますね。そうだ、グチニザ古墳群、グチニザ平原古墳群あたり見てなかったかも。この辺り怪しいですよね。ちょっとあと僕さっきから脇道にそれたりしてなかったんで、なんだろうな、あえてこう脇道に沿ってというかそれていきましょうか。そういうところにこそなんか隠してそうですよね。リッチさんこんばんは。海岸か。時間が足りんな。どう考えても時間が足りないですね。これだけ広いと。あれはまた例のマットなやつだな。ここら辺はないね。馬いるんだここ。ガロン殺せなかったからミイラにされた？それとも死んでるけど力だけ増幅するからの腕を使って抑えてるのかなと。あの腕謎ですよね。
あゴムほど黒くないな。んマスターバイクはマスターバイクのこのタイヤが多分ゴムだと思ってるんですけど、同じ音だな。まあでもそこら辺はあれだな、ちょっとゲーム開発のメタ的な視点になっちゃうからあんまり参考にならないかも。いつでも OK だ。こっちの方だな。ってことはゾナウ族は電気関連に長けているのかなと。どうなんでしょうね。雷の大地から来てる発想だと思うんですよね。雷の大地が何なのかは分かんないですけど、なんだろうな、雷から身を守るためにあれを作ったと思うんですけど、敵対する何かが雷を、なんか電撃を使ってきたとか安易な考えですけど、電気っていうか電撃っていうとゲルド地方の敵とかですよね。で他のゼルダゲームでもやっぱり砂漠の地帯っていうのは電気の攻撃、電撃とか使ってくる敵が多かったですから、なんかガノンドロフとやっぱ敵対する側だったのかな。ガノンドロフがちょくちょく電撃使ってたりしましたもんね。そういう匂わせなのかな。なさそうだね。よし。えー、っと、切り替えれるか。いけるね。このまま行こうか。んあんなに遠くの。あ、本当に遠くまで見れるんですね、これ。これは聞いといてよかったですね。じゃあ、有利な上の方から見ていきましょうか。上の方から覗きながらっていうか。なさそうですね。海星のオに下にある試練みたいなやつの歯車って飛ぶのに役立ってたりはしないです。歯車、試練みたいなやつの歯車、飛ぶのにってなんだろう。飛ぶのに、あ、水巨者と戦うところ、戦うステージが飛んでるからっていうことですかね。あれは謎技術ですよね。また、こっちか。お久しぶりです。こんばんは。パチンコないのもゴムが作れなくないってことかな。なるほど。考えたことなかったです。
そっか。えーっと他のゼルダゲームでパチンコが出てくるのはスカイウォードソード、時のオカリナ、ちょっとわかんないなと出てこないですけど、僕そのあたりはゾナウがまだいたみたいなことなのかな。こういうモンスターがいるからこの世界線かなみたいな考察ってできるじゃないですか。まあそれが確定かどうかは置いておいて、ある程度絞れたりしますよね。それのアイテム版みたいなことで何か絞れたりするかな。新しい情報に出会えたり。やたら出てくんな。さあこれぐらいかな。勇気の泉行きましょうか。でここの横の豚の石像だったな。これかな、どこだったっけな。これだった気がする。違うな。ほくらの真横ってのはなんか覚えてるんですけど、これか。これですね。これが豚の石像で、この豚の石像だけね、袋と竜とかと違って、顔だけなんですよね。で後ろに、これはうなじらへんなのか首なのかわかんないですけど、謎のマークがあったりするっていう石像ですね。でフィローネ樹海にしかないんじゃないかな多分。ドイブラン遺跡には豚の石像がなかったと思うし、なかったっていう情報を聞いた覚えもあります。じゃあ勇気の泉目指します。でここら辺はちょっと見たので、この北側にね、山に沿って探していこうか。そういえばミリさんの動画でブレワイ2のストーリーはこうなるよって予想した動画ありましたよね。ああ、見てないんですよね。昨日か今日上がったやつですよね。基本気になったやつしか見ないようにしてます、実は。あんまりなんだろうな、あのやっぱりね、見ちゃうと絶対少しはね影響されちゃうんですよっていうのがあって、極力見ないようにしてます。30分の料理作りましょう。材料があれば。なんかあれ運が良くないと作れないんでしたっけ。薬切れてる言い方ちょっとやばい。そうですね、全然別の意味になっちゃう。 YouTube バンされかねないですよね。薬物はやばいな。ウボッツ大地のパターンから言うと、水の中っていうのは結構ありえますよね。
戻ってきてるね。間違えた。ごめんなさい。黒曜石はもっとガラス質だったと思いますと。なるほど。北の方にっと溶岩とかどうでしょうか。なるほど、溶岩が固まったやつ。名前忘れちゃったな。なんて言うんだっけ。いろんな名前がありますよね、溶岩が固まった時の名前。穴とか開いてるとまた違う名前になるみたいですけど。あれはリザルフォスか。まず紫いきます。なさそうね。今のところ開始から1時間ぐらい経ちましたけど、何の収穫もないですね。どうしよう。こう行ってこう回ってきましょうか。でこの頃には多分薬がかなり減ってるんで、一回ロードしてここにワープして、こっからこう行きましょうか。それで行こう。この水の中とかね、ワンチャン怪しかったり。あと脇道か。テリっている作品といない作品があります。そうですね、風拓以降の作品。でもトアプリってテリいなかったでしたっけ。いないな。トアプリいないな。でムジュラはいなかったと思う。まだ途中ですけど最近ムジュラをやっと始めまして、まだ最初のダンジョンにも行けてないですけど、挫折しかけてます。勇気の泉着きましたね。使えないか。扉地面に埋まってる説あるかも。なるほど、そうなると探せはしないですね。これ全然関係ない関係ない話しますけど、あれか、ニーケルヘーゲンにあるなんか2つの輪っかを矢で射抜くみたいなありましたよね。あれっぽいなんか石がこうやってあって、それっていうのが僕が勝手に蛮族マークって呼んでる蛮族装備に書かれてる、輪っかに切れ目が入ったマークがあって、それと似てるんですよね。でこのゾナウの本拠地だった雪の泉のここに、こじつけですけどニーケルヘーゲンのあれっぽいなって思ったり。全然関係ないかもしれないな。聞き流してください。
テリーはスマブラで初めて見ました。テリー、そっちのテリーですか？そっちのテリー、画廊伝説の方ですかね。ゼルダのテリーも出てるのかな。なんか背景とかに出てきたりするのかな。薬切れだ。また決めときます。で、緑らへんまで行って一旦戻りますね。ロードし直します。あの黒いは、そうですね、本当何なんでしょうね。あんな細い切れ方で同じ形のものが、まあ同じ形っていうとさ、まあ、ゲーム開発の時のコスト削減っていう視点で見ればもうそれまでなんだけど、何か意味があるんだとしたら気になっちゃいますよね。あんなに綺麗にまっすぐに切れてる、多分石か岩かだと思うんですけど、だからさっきおっしゃってた溶岩っていうのがね、結構ありえるかな。なんか断層になってるみたいな、その断層の線に沿って割れたみたいな感じですもんね。でも石って大体そんなもんなのかな。石切ったことないんでわかんないですけど。さあ、ロードします。ヘブラジオも怪しそうな感じするんですよ。ただの感じです。わかりました。後で行きましょう。今から、1時間経ったところで、今から今度は直線上に来ますね。どうしような。うまく線が引けないけど、こんな感じ。あ、これ全然直線上じゃないですね。こう見ると。まあでも近いか。例えば始まりの台地、この大きさのものがここをこうやって移動してたとすると、まあありえない範囲ではないですね。これぐらいの範囲ですもんね。だからありえないこともないか。そのまま行くとこんな感じ、ここに落ちるみたいな。どうなんでしょうね。まあいいか、行こうか。でその線だけど、じゃあこの間を取ってこんな感じ。でもハイラル平原にそれらしいもんなかったですね。まあそこら辺後でちょっと調整します。こんな感じかな。紫まで行ったら終われる感じかな。どこから出てきてるんだろう。巨大な溶岩プレートに見える。プレートって感じですよね、やっぱり。なんか完全に埋まっているか海の底とかに沈んでると分かんない。そうですね。海の中だったらもう探しようがないですからね。あ、こっち行けないや。さあたっぷり決めれるぞ。薬が
ここ見てなかったか。ないな。あ、そっからか。こっち向き、こっちから行こうか。祠内の電気は電気なんですかね。祠内の電気、祠内の電気、緑色のやつですかね。玉になってたりするやつ。うん。なんでしょうね。ブレワイのその電気系って緑だけじゃないっていう話あるじゃないですか。黄色かな、黄色と緑があるみたいな。気になりますよね。あれ、沿っていってない？これ外れてましたね。もうちょっとこっちか。こっちかな。あれは例のやつだな。びっくりした今。心臓がバクバクした。だよね。ちょっと期待しちゃったな。うん。ゾナウの塔。雷の大地はもともと天空遺跡だった説。ありえますね。空を飛んでたとは思ってるんですよね。そうですね。雷の大地も僕、始まりの大地と同じくらい動画出してますね。しつこく動画出してましたね。あれはプレートか。こんな道で合ってるかな。ちょっと待って。もっとこんな感じか。ちょっと違うかな。ここぐらいか。で、ここぐらいかな。こんな感じか。地道な旅です。古代エネルギー的なやつでは電気のことですかね。ガノン復活したのリンクたちが来たから怨念が一気に増幅したのかな。だからガノンの怨念が襲ってくるのが繰り返したのかなと。リンクたちが遺跡に来たからってことですかね。ミイラが最後見てたのはリンクなのかゼルダなのかっていうところも気になりますよね。はたまた右手の主だったのか。
使用したもね。リンクの冒険では最強の魔法という説明があったサンダーだからブレワイでも電気は強いのだと思ってますと。サンダー、そういうのがあったんですね。なんか6つぐらい魔法があったんでしたっけ。雨か。空からの雷は水色でしたね今。リーバルトルネードいつでも OK だ。なんか明確に分けられてる気がする。でブレワイ続編のセカンド PV からも予想できるように黄色い光、今こうやって光ってるの展開してるこの光は、黄色い色は時間に関係するものだっていうのがなんとなく予想できますよね。雷に関しても多分意図的に分けられてるんだろうな。水色っていうか青白い感じですよね。しっかり服着てるリンクに違和感なるほど。あちらの動画をちょっと見過ぎなんじゃないですかね。これは当分ないな。ハイラル平原はやっぱないですね。それらしいのが役者にかけられた呪いが魂にこびりついていて近づくと共鳴するとか。あーああの時マスターソード持ってましたよね。マスターソードに残ってる終焉のものの残留思念が反応したとかなんとかかんとか。不思議の木の実でもパチンコあります。ありがとうございます。そうか。トライフォースの共鳴、考えられますよね。脅威であるゼルダを感じ取った。うわマジか。なんもねえとは言ったけど、戦うしかねえか。今作って割と序盤から読み上が手に入るし、今作ってか、介護官に近いパチンコが存在する必要がなかったのかも。そういうのはあるかもしれないですね。フックショットが
そんなようななんでしょうね、そのブレワイの遊びにあんまり合わないっていうか、相性が悪かったっていう理由でしたもんね。そういうメタ的な理由はあるかもしれないです。十景さんこんばんは。こんばんは、ありがとうございます。ハイラル城結構怪しいのかな。図書室に1個あったから、これはリーバルか。だいぶずれちゃいましたね。謎の岩が、さっきの謎の岩っていうか謎の板がハイラル城付近に結構あったような覚えが。ないのかな。風のタクトの世界線はパチンコはないけど無知はあります。無知ありましたね。あ、違うか。どうかな。このまま収穫なしか。勇気の泉の上に1本だけあるというより昔はどこでも作られたと。1本だけ周囲と違う木が生えてましたね。ドラゴンの頭の上でしたっけ。違うだろうな。違うね。ゾナウがいたらゴムがあるというより、昔はどこでも作られてたゴムが時が経つにつれゾナ族しか作れなくなっていき、ゾナ族の滅亡とともに、そうかもしれないですね。最後に作り方を知ってたのがゾナウ族だったというか、そんな感じですか。なるほど。岩ロック岩ロック。
なかなか見当たりませんね。リーバルトルネードいつでも OK だ。あ、結構遠かった。風タクといえばリト族とゾラ族が共栄しているのはどうなったのか気になると。半分ぐらいは来たな。ちょっとちょっと30秒いただいていいですか。その間さっきの宿場町の件流しておきますね。はい、すいません。この後こうやって見ててもずっとこんな感じで続くんですよね。その例の鉄の扉が見当たらないんですよね。この後かな。ブレワイで宿場町、東の宿場町かの方向かうんですけど、それらしいものがないんですよね。硫素材だと大成功確定。あ、料理ですね。ありがとうございます。ってことは30分のやつは作れるってことですか。そうか。あー、これじゃないか。ちょっと待って、もう一個あるんですよね。これか。これが始まりの台地ですね。始まりの台地の、時の神殿後のウルボザの怒り、いつでも放てるよ。ウルボザ時の神殿後の、目の前にある3つの神殿ですね。この鉄扉もあれじゃなかったんですよね。ハイラル王国の紋章でした。うん。あとこの後そのブレワイの方で見つかった始まりの台地の、うまく言えないですけどごめんなさい、黄泉の川の横のとこに通じる門があったじゃないですか。あそこもちょっと映すので見ててください。
なかなかたどり着かないね。あ、この後ですね。ムジュラのゴロの里に行くと夜行石らしきものがありますよと。へえ。ここですね。通れないんですよね。うん。じゃあ戻りましょうか。よし、じゃあ後半行きましょう。今あそこから渡ってきました。えー、っともう一回ちょっと確認。この軌道がねずれてたら見つかるものも見つからないので、あ、よかったですね。良さそうです。あれは違うな、丸太か。うーんとそうだ、装備変えてなかった。リーバルトルネードいつでも OK だ。黒岩が溶岩だとするとデスマウンテンから凄まじい分か。溶岩。巨大クジラは始まりの大地と共に空を飛んでいたなんてもう。なるほど。かかりこ村の横にありましたもんね、成社高地。あれが何か中に何かあるのかっていう妄想をしてますけど、まあ多分何にもないんでしょうね。でも果ての砦じゃないわ、果ての古代研究所の天井に例の機械がありましたもんね。あれが飛んでたっていうのはありえそうですね。見当たらない。ここ見ると、あ、そうか、そうですよね。そのこの道でこの道でここに落ちて、でここに落ちてできてるから、もうちょっとこっちなのかな。こっちの方か。かな。コログがいたずらのために鉄板や石の板を持ってきた説。ああ、運べるんでしょうか。コログはどこまで重いものを運べるかですよね。複数だとしたらできないこともないですかね。そうだな、900以上はいるってことですもんね。ありえるかも。その説ありえるかもしれないですね。
か。空飛べる生物いましたもんね。コログだ。コログ怪しいですね。ああ。ゾナウ石群や、あれ、これ誰？イーガダン？イーガダンか。話しかけるんじゃなかった。魚鳥村のあたりの植生っていうか植物の感じって他の地域から見ると結構異質な感じを受ける。昔は一帯が空に浮いていて今とは全然違う場所にあった。植物か。考えたことなかったですね。ヤシの木が変なとこにあったりとかっていうのは考えたことあるんですけど。なるほどね。その周りだけみたいなことですか。あ、ちょっと待ってよ。忘れ去られた神殿の上にワンチャンあったり。ちょっとどうかな。忘れ去られた神殿の中にあったりしないかな。ちょっと後にしようか。最後見ましょうか、そこ。古代物はもともとは勇者を助けてきた家具などを科学的に再現して補助しようと作られた施設。なるほど。科学。シーカは科学。ゾナウがまじないの力を使えるみたいな一節があったじゃないですか。あれも実は科学だったとかいう説ありますかね。僕らのリアル世界でもなんかあれじゃないですか、幽霊はいるのかとか。でもそこら辺のことってなんだろうな、ちょっと説明が難しいんですけど、第六感の正体が磁力を感知できる感覚っていう説があるんですね。だから科学視点で見た時に、魔術っていうものではなくて高度な科学技術だったっていうことがあったりするかなとちょっと考えてみました。いよいよ寒いとこ来ましたね。ここどうせなんでせっかくなんでね登ってみますか。A 君さんこんばんは。
黒いプレートってハイラルゼンドにありますよね。やはり天空から落ちてきたんで、どうなんでしょうね。ハイラルゼンドにあるっていうことは別に何でしょうね。なんていうかな。今回の鉄の扉で疑問になってるのは、やっぱりウボッツ大地っていうあの高いところにあんな重い鉄の扉があるってことと、そしてそのデザインが今のところ限られた場所しか見つかっていないっていうところですね。始まりの大地をはじめとしたここのラインと、だから始まりの大地と同じデザインの同じ建築の建造物、天空遺跡が上にあるとか、そんな感じですかね。ここら辺にはなさそうだな。ちょっと一応てっぺんまで行くか。ここはちょっと怪しいもんね。なんていう場所だったっけ。オルナ山。リーバルトルネードいつでも OK だ。ナイス。ないか。まだ頂上じゃないな。昨日甲賀様と戦ってきた感じ、初対面っぽかったので同一人物ではない可能性高いと。ああ、薬剤の目視録と比べてってことですね。電気の弱点ないもんね。ないですね。始まりの大地の真下のコログが鉄扉ありましたね。あれは普通のハイラルゼンドにある一般的なデザインというか、よくあるやつでした。2つあったかな。甲賀襲名説ありますよね。いよいよ赤いスタンプまで来ちゃいました。ピンか。何もなかったなぁ。いや、正直何か見つかると思ったんですけどね。あとは忘れ去られた神殿も見ていきましょう。ちなみに鉄の橋だったかな。祠の中で謎解きに使う鉄の板みたいなのがあったんですけど、それも調査済みで、なんか網網の鉄の板でしたね。今回の今探してる鉄の扉ではなかったです。なんか見つかると思ったんだけどな。この
なんだろう、ここら辺に落ちてるとか一応見ましょうかね。うん、なかったね。こん中にちょっと待って。だいぶ違いますね。でも全然可能性はあるか。可能性、ちょっと待ってね。ちょっと遠いかな。迷路の中って考えたんですけど、ちょっと遠いね。忘れ去られたシーンで見ていきましょう。まずは上から。たくさんコメントありがとうございますね。100年前には時間を行き来する技術がありますし、それを応用すればアンチエイジもできなくもない。ありましたね。テラコがいたからな。テラコは飛んできたんだ。上からまず。ゾーラとかにありそう。ゾーラか。キツネはやらないと決めてたんですけど。よいしょ。もう一個下か。よし。ないね。まずは天井裏から。始まりの台地が浮いていたとして、浮力を失う原因って何ですかね。浮力を失ったというか、理由があって今の場所に降りてるんだと思ってます。例えば何かを封印してるとか、下に何かを隠してるとか、または下にある何かを守ってるとか、何かしらそういう理由があって乗っかってるみたいな風に考えてます。だから今でも飛べる技術はというか動力は残ってても、だから可能ではあるけど飛ばないみたいなことなんですかねと。で雷の大地も似たような構造だからね、外観が。だから同じように飛べるんじゃないかっていう安易な考えですけど、そっちに関してはね本当に根拠も何もないので願望込みの妄想ですね。あの間とかちょっと怪しいかな。
今鉄扉はどこで見られるんですか？もしかしたらその場所に共通点とかあったりして。そうですね、鉄扉、ここですね。で、ここに木こりの斧が落ちてきてた。で、この線状ですね。ここに2つ。で、この線状で、ハイラル城に1つ。で、始まりの台地に1セット、2つですね。あるって感じです。コログは何者なんでしょうね、本当に。風拓のコログとはまた違うような。でも姿がかなり似てるんですよね。リト族って風拓のリト族とブレワイのリト族がかなり違うじゃないですか。ブレワイのリト族はもうまんま鳥なので姿が全然違うんですけど、でもコログは一緒なんですよね、風拓と。だから風拓の世界線から来てるのかな。そういうことが可能なのかもしれない。テスト扉やっぱりどのシリーズもあるんでしょうかと。時系列がすごくおかしくなりますが、無限の砂時計にも似たような扉があった。え、何ですかそれ。めっちゃ聞きたいんですけど。気になりますね、それ。上の方から見ていこうか。でも基本的に、事前に言っておきますけど、基本的にここには天井に穴が開いてないので、ここに落ちてるっていう可能性はかなり低いですよね。と先に言わせてください。天井に穴があるから上から落ちてきてるっていうところもね、全然証明ができないんですよね、まだ。そこに関しても。ハイラル城も100年前は天井が穴開いてなかったってことらしいんで、辻褄が合わないですよね、やっぱり。飛ぶか。あ、私が守る。止まるとは思わなかった。難しいな、なかなか。ちょっと隠れて。あ、飛べねえし。あの柱か。よし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 。ないですね、やっぱり。神殿内ちらっと見てみた。ありがとうございます。忘れ去られた神殿のことですよね、多分。不思議な帽子も天空に行けたような。そうですね。不思議の帽子は
ブレワイ続編とかなり絡みあると睨んでますけど、というところで今日あれだったんですよね。アンケートの選択肢の一つに入れてたんですよね。天空のブレワイセカンド PV の天空の遺跡の床とかね、風の宮殿にそっくりなので、ちょっと調べたかったりもしてますけど、あと行くって言ってたのはよかったか。一応迷路見てみますか。じゃあシーカーは科学、コログは魔力、ゾナはイメージ的には科学かなと。なるほど。幽霊は分かんないですけど、人魂、人玉は実在するらしいです。そうなんですか？人玉。そういった類を僕は全く信用していないので、そうなんですね。うわ、これはいけないな。どうしような。骨が折れるな、これは鉄のブロックとかはあったよね。鉄かわかんないけど、金属製のブロックとか四角いブロックはあったよね。それは覚えてるんだ。ちょっとこれは探せないな。と言いつつ、今日の放送も結構なんでしょうね、無謀なことやってましたけど。ということで、いい時間なので今日はこれで終わりたいと思ってます。はい。もし楽しめた方は高評価ボタンをよろしくお願いします。で、来週どうしようかなと思ってます。このままね、この鉄扉について進展なかったら、一旦打ち切りにしたいなとも思ってますけど、なんだろうね、来週までに例えば視聴者の方からなんか情報がいただけたら、もう一回そのね、見つけた場所とか行って、でその法則を導き出して仮説を立てて調べていくっていうのもちょっと考えてますけど、そういう情報がいただけなかったら、スカイボードソード前回やりましたね。スカイボードソードのクリアデータで探索っていうのをちょっとやっていこうかなと思ってます。スカイボードソード発売前なんでね、ちょっと今のうちになんていうか、普通にプレイするのも面白いんですけど、なんかこういう視点で見るとまた面白いですよねっていうのもちょっとやっていきたいので、再来週がもう発売になっちゃうもんね。ということで、はい、来週はスカイボードソードが濃厚だと思います。またよろしくお願いします。というわけで、はい、すいません、あんまりコメント読めませんでしたけど、本当ごめんなさいね。終始探すことに集中してましたけど、後で僕一人で、コメント見させてもらうので、はい。で、この放送もアーカイブ残します。はい。見直したい方はよろしくお願いします。ということで、はい。また来週です。ありがとうございました。一緒に探してたけどなかった。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。失礼します。